こんにちは。シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日はブロッコリー栽培、これだけ気をつければ成功するというテーマでお話ししていきます。ブロッコリーは油中の野菜の中でも虫に好かれやすい野菜になります。少し目を離せば葉をすべて食べられてしまうというようなことも起こり得ます。防虫対策が重要な野菜と言えます。ブロッコリーは花蕾を大きく育てて収穫すればそれで終わりになりますが、株をそのまま残しておけば脇芽が出て小さなものがいくつか春先に収穫できます。長く楽しめるお野菜なのでぜひ試してみてください。最後に質問にも回答していきます。ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それでは現在の状況です。このように、今のところ虫の被害もなく順調に育ってきています。昨年は防虫ネットを開けて虫のチェックをしている最中にモンシロチョウが舞い込んで、卵を産みつけられて青虫になって青虫被害に遭ったということがありますので、防虫ネットを開けている時も、虫が入り込まないように十分注意しながら虫のチェック対策をやっていっていただきたいと思います。それではこれからの時期これだけ気をつけていただきたいというポイントをご紹介します。一つ目は防虫ネットを調整していきましょう。頭がネットにつきそうになったら徐々にネットを上に上げていきましょう。このように段ボールを少し上に引っ張り上げればネットも上がってきますので十分な余裕ができてきます。あまり詰まってしまいますと通気性が悪くなってしまいますので注意してください。2つ目です。枯れた葉をカットします。徐々に葉が枯れてくるので下葉をしっかりカットしましょう。この株はまだ小さいですが一番下の葉が枯れてきていますので、これをカットしていきます。このような枯れた葉を残しておくとカビに起因する病気の原因になりますのでしっかりカットして取り除いてください。下の方はいつも隙間があって風通しが良くなるという状況を続けていただきたいと思います。3つ目です。風対策です。背丈が高くなって強風が吹くような時にまだ防虫ネットを設置していないというような時はあんどんを作って、倒れないように保護しましょう。それでは実際にあんどんを作っていきます。これは90センチの支柱です。約30センチ程度の間隔で四隅に支柱を立てます。次に麻紐で保護するように周りを囲ってあげます。このような形で、支えてあげるということです。伸びてくれば麻紐を増やしていっていただければいいかと思います。苗も小さいうちは害虫に狙われやすいのですがある程度の大きさまで育ってくると、害虫も寄りつかなくなる。特に野菜は虫が嫌うフェロモンなどを出しますので、しっかりした苗であれば防虫対策も比較的楽になります。こちらの方はそれの実験も兼ねて今育てています。こちらを見ていただくと最初の頃の葉っぱは、虫の被害に遭っています。この部分はおそらくシャクトリムシの被害だと思いますが茎がやられています。今まさにこれはウリハムシの幼生だと思うんですがウリハムシの幼生なんかも寄ってきています。しかしながら上に行くにつれて成長したものは葉が丈夫になって、虫の被害が、減少してきています。このようにしっかりした苗が育ってくれば、虫対策も楽になるということが言えます。もし、たくさん食害されたような葉っぱがあれば枯れた葉と同じように切り取っていただく方がいいと思います。このぐらい上の葉が育ってきますと光合成は十分進みますので下の葉を刈り取ってもあまり気にする必要はないと思います。この苗についてはこれからも
防虫ネットなしでどこまで耐えられるかについて実験を進めていきたいと思います。それでは質問コーナーです。こちらの白菜の栽培の動画にコメントをいただきました。米ぬかトラップについてもう少し詳しく解説いただければと思います。穴の大きさや位置、どの辺に置くか、置いたら置きっぱなしですか、そのようなことを教えてほしいと思いますというコメントをいただきました。それでは実際に一つずつお答えするようにしたいと思います。これが作ったペットボトルの米ぬかトラップです。ペットボトルの底から5センチぐらいのところ、その位置までぬかを入れますので、その位置に穴を開けました。幅2センチぐらい、高さも2センチぐらいで、下の部分を中に折り込んでいます。その中に米ぬかを入れる。米ぬかの高さは穴の入り口にほぼ近いところ。設置する場所ですが、畝の端ぐらいに、穴を掘って土の高さがトラップの入り口とほぼ同じような位置に来るように埋めてください。それで、置いておいて虫が入るかどうか確認してください。雨の後などはぬかが濡れる可能性がありますので、ぬかを交換しなければいけません。そのために1週間に1回ぐらいは見ていただいて、雨の後は必ず雨が入っていないかどうかを確認いただくということが重要になると思います。特にネキリムシに効果が高いので、ネキリムシはよくこのトラップの中に入ってぬかをたくさん食べてもだえるような状態になっていることが多いです。今日はブロッコリー栽培、これだけ気をつければ成功するというテーマで、シェア畑ひもんや3丁目アドバイザーの西川がお送りしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。家庭菜園ライフ